税理士が警告このまま働き続けたら、あなたの給料は半分以下になる。5年後100年後税と社会保険の地獄と希望。第1部絶望のシナリオこのままでは、こうなる。5年後、2030年手取りがまた減った。国民負担率 57% 時代の幕開け。まず最初に聞きますけど、皆さん、今の給料の手取り、ちゃんと把握してますか？例えば、月収50万円の方、所得税、住民税、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険。これ全部引いたら、今でも手元に残るのは、だいたい3435万円くらいなんですよ。でも、2030年、つまり5年後にはですね、これがさらに削られている可能性が高い。なぜかというと、2025年から段階的に社会保険料の引き上げが始まっています。健康保険料の総報酬割の見直し、介護保険料の第2号被保険者の対象年齢引き下げ議論、そして厚生年金の在職老齢年金見直しの影響。数字で言うとですね、2030年時点で国民負担率は現在の 48% 台から5253% に上昇すると試算されています。月収50万円のサラリーマンが手取りで受け取れるのは32万円を切ってくる。去年より減ってる気がするんだけど、その感覚正しいんです。気のせいじゃない。制度としてあなたの取り分は減り続けています。そしてここで怖いのが、多くの人がその原因に気づいていないこと。物価が上がったから生活が苦しいと思っているんですが、実は税と社会保険料の合算負担が静かに増え続けているんですね。10年後2035年消費税 15%、そして中間層の消滅が始まる。2035年消費税率は 15% になっている可能性が財務省の試算では非常に高い。またそんな話かと思った方、ちょっと待ってください。今回は単純な消費税増税の話じゃない。問題はですね、消費税が上がると同時に社会保険料の上限撤廃議論が本格化していること。今は標準報酬月額に上限があって、高所得者ほど割安になってるんですね。でもこれが撤廃されたら、月収80万100万の方は社会保険料だけで月10万円を超えてくる。40代後半50代のサラリーマンが一番きつい。なぜか住宅ローンが残っている。子供の大学費用がかかる。親の介護が始まる。そこに手取り減少が直撃する。この世代の可処分所得は2035年時点で2020年比で実質 20% 以上減少するという民間シンクタンクの推計があります。頑張って働けば報われるという昭和平成の常識が完全に崩れる10年後がここです。中間層、つまり年収500万円から800万円のゾーン。ここが一番税と社会保険のダメージを受ける層なんですよ。高所得者は節税スキームを使える。低所得者は各種給付を受けられる。でも中間層は取られる一方で何も戻ってこない。これを専門家は中間層の搾取構造と呼んでいます。20年後2045年年金はもらえるけど使えない老後貧困率 40% の現実。2045年団塊ジュニア世代、いわゆる1970年代生まれの方々が70代に入ります。今の4050代のあなたがまさにこの世代です。年金は受け取れます。でも問題は金額。マクロ経済スライドによる目減りが20年間積み重なって、現在の標準的な厚生年金支給額月22万円が実質購買力ベースで月1415万円相当になっているという試算がある。インフレ率が年 1.52% で続いたとして、名目金額は維持されていても実際に買えるものの量は3割以上減っている。さらにこの時代、75歳以上の医療費窓口負担が3割になっている可能性がある。現在は2割ですが、財政的に持たないから月15万円の年金から国民健康保険料、介護保険料、医療費自己負担を引くと、手元に残るのは10万円ちょっと。東京や大阪で10万円で生活する老後2000万円問題が話題になりましたよね。2045年は老後5000万円問題になっています。それだけ必要なんです。普通に生きるだけで。そして怖いのは老後貧困率。65歳以上の相対的貧困率は現在の約 20% から 40% 近くになると予測されています。老人の2人に1人が貧困ライン以下。これは人事じゃない。今の4050代が20年後にそこに到達する可能性が十分にある話です。30年後2055年社会保険料が第2の所得税になる日。2055年現役世代と高齢者の比率が1対1に近づく。今は現役2人で高齢者1人を支えていますが、2055年には1、21、3人で1人を支える計算になります。これ何を意味するかわかりますか？社会保険料率が現在の約 30% 労使合計から4550% まで上昇する可能性があるということです。給料から天引きされる
厚生年金、健康保険、介護保険の合計が所得税住民税の合計を上回る社会保険料が第2の所得税どころか第1の税負担になっている。月収50万円の人が社会保険料だけで月20万円以上取られる時代、企業側の負担も同様に増えるので採用を絞る給与を上げられない。海外移転という選択肢を企業が選び始める。そうなると良い仕事、良い給与の求人が国内から消えていく。日本で働くということ自体が経済的に非常に不利な選択になっている時代。それが2055年です。50年後、2075年税収不足でインフレ増税が始まる財政崩壊の入り口。2075年、日本の人口は現在の1億2000万人から7000万8000万人台に減少しています。税収基盤が根本から縮んでいる。財政赤字を補填するために日銀が国債を買い続けた結果、慢性的なインフレが定着。年率 35% のインフレが何年も続く状態。これを経済学者はインフレ税と呼びます。表向きは増税しなくてもインフレで現金の価値が毀損されていく。貯金が実質的に溶けていく。消費税はこの時代 2025% になっていると予想されます。そして法人税も国際競争で下げられないため、結果として個人への課税強化が続く。金融所得課税の強化で株や投資信託の利益の 40% 近くが税金で持っていかれる。NISA も時代の流れで制度が変更縮小されている可能性がある。コツコツ積み立てた資産が気づいたら目減りしていた。そんな時代が2075年です。100年後、2125年国家が機能しなくなるとき、100年後の日本を語るのは正直誰にも確かなことは言えません。でもこのまま何も変わらなければという前提で話すと、人口は5000万人を下回り、高齢者比率は 50% を超える。現役世代だけでは社会保障を維持できず、 AI やロボットへの課税制度、ロボット税が導入されているかもしれない。でも最悪のシナリオは財政がデフォルトに近い状態になること。年金制度が大幅に縮小され、国が面倒を見るという前提が崩れる。医療保険の自己負担率が大幅に上がり、金のない人は満足な医療を受けられない社会。老いることが怖い国。それが絶望のシナリオにおける100年後の日本です。でもここで一度立ち止まってほしいんですよ。これは予言じゃない。このまま何も変わらなければという話です。じゃあ変わったら、変えられたら、ここから希望のシナリオを話していきます。第2部、希望のシナリオすべてがうまくいった世界。5年後、2030年負担の見える化が社会を変えた。2030年、希望のシナリオです。何が変わったか。まず、税と社会保険料の完全な透明化が実現した。今まで社会保険料って給料明細に書いてあっても、なんとなくスルーしてる人が多かったんですよ。でも、2027年に国民負担率リアルタイム表示アプリが普及して、自分が年間どれだけ払っているか、その税金がどこに使われているか、全部スマホで見えるようになった。見える化が起きると、国民が怒る。怒った国民が選挙に行く。政治が変わる。これ、実は民主主義の基本なんですよ。2028年の選挙で、社会保険料改革を掲げた政党が政権を取り、企業の保険料負担の一部を AI ロボット活用に応じて軽減するという制度が生まれた。結果として、企業が人を雇いやすくなり、給与が上がり始める。5年後の希望のシナリオでは、国民負担率の上昇が一旦止まり、実質手取りの減少がストップしたという状態です。地味に見えるかもしれないけど、これ、ものすごく大事なことなんです。10年後、2035年、社会保険のサブスク化で若者が戻ってきた。2035年、希望のシナリオ、最大の変化は、社会保険制度の選択制、サブスク型への移行です。全員が同じ年金、同じ健康保険に入るという、明治時代から続く発想を、ここで捨てた。年金は、国が最低保障する基礎部分月7万円保障と、自分で積み立てる上乗せ部分に完全分離。健康保険は基本給付パック、手厚い医療パック、予防重視パックの3種類から選べるようになった。これによって何が起きたか、自分が払った保険料の価値が見えるようになったんですよ。払い損じゃないという実感が生まれた。特に若い世代に。結果として2035年にかけて海外に出ていた日本人の若い世代が戻ってくる動きが起きた。日本の社会保障、意外とちゃんとしてるという評価が広がったんです。消費税は 12% まで上がったけど、一方で食料品、教育、医療への軽減税率が大幅に拡大された。実質的な生活コストは2025年より下がっているという世帯が増えた。20年後、2045年、AI が税務と社会保障を最適化する時代。2045年、この時代の最大の希望は AI による税制社会保障の最適化です。今、税の計算って複雑すぎて、専門家でないと正確に計算できない。でも、2040年代には AI が個人の収入、支出、家族構成、健康状態、将来設計を全部加味して、あなたに最適な納税受給プランをリアルタイムで提示してくれるよ
ようになる。ふるさと納税どころじゃない。AI 税最適化で合法的に自分の負担を最小化しながら必要な給付を最大化できる。そして財政面では AI による歳出最適化が本格化している。無駄な予算が削られ、社会保障の給付が必要な人に必要な分だけ届くピンポイント福祉が実現している。今まで全員に一律給付だったところが、本当に必要な人に手厚くという形に変わった。これによって同じ財源でカバーできる人の数が増えた。年金の実質購買力も2025年より 10% 以上向上しています。4050代だった皆さんが70代になった頃、あの時代に制度を変えておいてよかったと感じる20年後、それが希望のシナリオの2045年です。30年後、2055年、ロボット AI 課税で現役世代の負担が半減。2055年、希望のシナリオで最も重要な出来事はデジタル労働課税の国際合意です。2050年頃に G20 諸国が AI とロボットが生み出す経済価値に課税するという国際条約を締結した。これ画期的なんですよ。今まで社会保険料は人間が働いた給料にしかかかっていなかった。でも工場の自動化物流のロボット化ホワイトカラーの AI 代替が進む中で人が減っても経済は回っているという現実がある。その経済的利益に課税して社会保障の財源にしようという発想の転換です。結果として現役世代の社会保険料負担率が2055年時点で絶望シナリオの 45% から 28% まで抑えられている。人間が汗水垂らして稼いだお金から取るのではなく AI が生み出した富から取る。この発想の転換が現役世代の手取りを守りながら社会保障を維持するという両立を実現させた。50年後、2075年、日本が持続可能な福祉国家モデルになった日、2075年、人口は減りましたが、一人当たりの生産性が劇的に向上しています。AI と人間の共同によって、2025年比で労働生産性が3倍になっている。少ない人数でも豊かな社会を維持できる、本当の意味での少子化対応が実現した形です。税制はシンプルになっていて、所得税、消費税、法人税、デジタル資産税の4本柱に整理されている。社会保険料は税と統合され、社会貢献税として一本化。給料明細の天引き項目が分かりやすく23行に収まっている。そして日本はこのモデルを世界に輸出しています。人口減少先進国日本の成功モデルとして、東南アジア東欧諸国が日本の社会保障制度を参考にしている。財政は2060年代に均衡を達成し、2075年時点では国際残高が減少に転じている。日本に生まれてよかったと思える国。2075年の希望のシナリオは、それを実現した日本です。100年後、2125年税の概念そのものが変わる。世界100年後、希望のシナリオでは、税という概念自体が変容しています。AI が生み出す富が社会全体に分配される UBI ユニバーサルベーシックインカムが実現し、すべての人が最低限の生活を保障されている。税はもはや強制的な徴収ではなく、社会インフラへの参加費という意識に変わっている。そして面白いのが、働くことの意味が変わっていること。お金のために働く必要がなくなった人たちが、社会への貢献自己実現創造的活動のために働くようになっている。税を通じて社会に貢献することへの誇りが生まれている。税金を払うことが社会の一員としての証になっている。そんな世界です。口頭無形に聞こえるかもしれないけど、100年前の1925年の人が今の社会を見たら同じくらい信じられないと思うはずですよ。まとめ CTA。ここまで見ていただいてありがとうございます。絶望のシナリオと希望のシナリオ、両方お話ししましたが、大事なのはどちらになるかは今の私たちの選択次第ということです。特に4050代の皆さんに伝えたいのは、あなたたちがまさにどちらのシナリオに進むかを決める世代だということです。あと2030年、現役として社会に関わり続けられる、選挙に行ける、声を上げられる、制度を変えるために動ける、そして個人レベルで今すぐできることもしっかりある。まず自分の年間の税、社会保険料の負担総額を把握すること。これ意外とやってない人が多いんですよ。給与明細を12ヶ月分足してみてください。衝撃を受けますから。次にiDeCoやNISAを使って合法的に税負担を下げながら資産を作ること。これは今すぐできる話です。そして税と社会保障の議論にもっと関心を持つこと。よくわからないから政治家に任せるじゃなくて、基本的な仕組みだけでも理解しておく。この動画がその入り口になれば嬉しいです。チャンネル登録と将来の税金が不安と思う人へのシェアよろしくお願いします。今後今からでも間に合う40代50代の税負担を減らす具体的な7つの方法をお届けします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。